朝からフィンランドのナーンタリへ移動し、ムーミンワールドに向かっています。いってらっしゃい。マークさん楽しみなの？ああ、まあね。ムーミンって何？まあ、妖精？妖精なの？多分。なんでそんなに形になる？あれな？でもよくカバの妖精みたいな風に言われてる。ああ、まあね、それはわかる。もちろんカバではありませんが、実は妖精も正解とは言えないそうです。ムーミントロールのトロールは通常人型の巨人のようなものをイメージしますが、それとも違い、かといって妖精と広く定義するのもドンピシャな正解ではないよう。ムーミントロールというオリジナルの生き物とされているみたいですよ。早速リトルミーがお出迎えしてくれました。ムーミン一家が暮らすムーミン屋敷。ではムーミン屋敷にお邪魔しましょう。ムーミンママのキッチン。ママといえばいちごジャム。どこかにジャムはあるのでしょうか。ここは誰のお部屋でしょうか。スノークのお嬢さんかな。ここはムーミンママのお部屋のようですね。冒険家で小説家のムーミンパパのお部屋にはおなじみのタイプライター。部屋の隅には小さな作業スペース。ムーミンパパは物語の中で時々絵も描いてますよね。階段横にはムーミン一家の思い出の写真。ムーミンママのいちごジャムも出口付近にありました。お茶目なムーミンがかわいい。ムーミン屋敷の前にはムーミンママやパパ、スナフキンがいますが、こういう時子供がいないと近づきづらい。スナイパーのように遠くから拡大してカメラに収めます。ヘムレンさんのお宅にお邪魔しております。キャー、私の嫌いな蝶の剥製があちこちに。なんてこった。脱出だ。美人すぎるトゥーティッキ。ここはスノークのお嬢さんの兄、スノークの家。空飛ぶ船を作るために日々研究中。奥にアリサがいます。初めて見る魔女のお家。
謎の草がたくさんありますね。ここは何が入っている建物でしょう。暗闇に吸い込まれていきます。中にはなんとニョロニョロ。ムーミンの物語のワンシーンですね。雷がニョロニョロたちに直撃。かわいいトフスランとビフスラン。物語の中では大きなスーツケースを持って何かから逃げている彼ら。モランが持っていたルビーを盗んで追いかけられていたという少し自分勝手な一面がありますが、やっぱり可愛い。彼女はアリサの祖母クラリッサ。緑色の怪しいスープを作っています。その他にもスティンキーやマックスウェルもいました。今回私たちはフィンランドの至るところでムーミングッズを見かけたので、ざっくりショップの情報をまとめてみました。結論、一番品揃えが良かったのはヘルシンキ。他のショップでは見かけなかったベビー用品やコースター、バケツ、イッタラのアイテムなどがありました。スオーメンリンナ博物館のショップはムーミンの取り扱い自体は少ないですが、木製の裁縫セットやマッチなどの取り扱いがありました。あまり使う機会はないけど可愛いですよね。ナーンタリはタンペレのショップと同じくらいの広さですが、商品カテゴリーは随分違うように感じました。私たちが訪れた時はナーンタリはとにかく衣類が多かったです。最後はイッタラ。北欧食器のブランドですが、ムーミンとのコラボがかなり豊富なのでムーミン好きにも必見です。これはオンラインサイト。実店舗の方にもムーミンの商品が置かれていて、そちらには陶器の人形や布製品なども取り扱いがありました。日本のオンラインサイトもムーミンがかなり充実しているので、気になる方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。あらかじめフィンランドのオンラインサイトと品揃えを比較して日本にないものを現地購入するのも楽しいかもしれませんね。トゥルクの宿の鍵をゲット。部屋はこんな感じです。キッチン付きのアパートメント。洗濯機がついているのもありがたいですね。この建物に滞在中。駐車場からはトゥルク城が見えます。ということでやってきましたトゥルク城。このトゥルク城もオラビ城と同じくフィンランド三大工場の一つ。13世紀末に建設されたけど、1318年にノボゴロド公国によってほぼ全部壊された。でもその後も再建増築されながら異なる戦いで役割を果たした。今ではトゥルク城はフィンランドで最も観光客が多い博物館だよ。フィンランドの三大古城はサボンリンナのオラビ城、ここトゥルクのトゥルク城、そしてハーメリンナのハメ城です。トゥルク城は前回行ったオラビ城とは全く異なる雰囲気の城ですね。ドイツでもよく見かける騙し絵も施されていますね。建設当時、トゥルクはフィンランドの中心地であり、政治・経済の拠点でもありました。
最初は小さな砦として建設されましたが、時代を経るごとに拡張され、巨大な城塞へと変貌しました。16世紀にはスウェーデン王ヨハン3世がトゥルク城をフィンランド公国の居城として使用し、ルネサンス様式の装飾が施されました。ヨハンとその妻カタチーナ・ヤゲルンカの影響により、城内は豪華な居住空間となり、フィンランドのルネサンス文化が開花しました。18世紀には大北方戦争の影響でトゥルク城はロシア軍によって占領されました。その後フィンランドがロシア帝国に併合された際、城は一時的に軍事基地として使用されましたが、その後収容施設や刑務所などとして使用されました。現在ではフィンランドの重要な歴史博物館となっています。ではお腹が空いてきたのでカフェランチへ。お酒っぽいけどおしゃれなソフトドリンクを注文。いちごが乗ってます。2人ともチキンカツのようなものが乗ったサラダボウルにしました。これがすっごい美味しかったんですよ。ブルーベリーも入っていて驚いたんですけど、他の具材との相性も抜群に良くてペロリと平らげてしまいました。そのまま歩いて大聖堂にやってきました。トゥルク大聖堂の建設はフィンランドがまだスウェーデン王国の一部であった13世紀後半に始まりました。当初は木造の教会として建てられましたが、徐々に石造りに改修され、現在の壮大なゴシック様式の建物へと成長しました。また16世紀の宗教改革により、トゥルク大聖堂はカトリックからルター派に転換し、フィンランドにおけるプロテスタント信仰の中心地としての役割を果たしました。川沿いのアイス屋さんで一日の締めくくり。アイスはどこの国で食べても美味しいですよね。橋がないので船であっち側に渡ったりこっち側に渡ったりを繰り返し。さて、ムーミンワールドとトゥルクの旅はここまで。次回はハーメリンナ・イッタラ村タンペレの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。